自分に折り合いをつける動きっていうのはその体の手順流れをうまくするために居ついてない状態を自分で時間をかけて作り出してやってるもんだと思ってた。でもまあそれは間違いじゃない。本当に初心者の時はそうしないと気配が出るからね。だから気配が出ない折り合いをつける、こういう円があるとしたらこれが初心者の位置で、ここは気配が出ないその体の折り合いの使い方、各関節の動き、感性、重心、そういうものが分かった時でまた元に戻ってきた。そういう折り合いをつけると実はそれは気配として相手の無意識なところの反射反応に通じる。元に戻ってきたけど、これは横から見ると螺旋だから、前に進みながらの円だから、前にここに行ってるから無駄ではないんですよね。この分前に進んでますから。ちょっとやってみます。これは打ち立ちの場合、なんか折り合いをつけてやるから。合ってんだよね、相手にね。相手はそれもちろん見て反応じゃない。パッと置くだけにパッと反応ができちゃう。とても型稽古の熟達した人の型稽古なのにね、うまく合っちゃう。でもそうじゃない。自分でもよくわからない。こんなので振っていいのかなっていう時にで、なんか時間がかかると折り合いの誘いが来るんだよ。時間がかかるとね。だけど時間がかかっても折り合いの誘いに乗らないようにしなきゃいけない。折り合いの誘いに乗らないぐらい。だからね、河野先生の打ち立ちをやっぱり長くやってると、その辺の間っていうのはやっぱりすごい、その時からそれはうすうすというか感じててはいて、やっぱりその間が絶妙だなっていうのは思ったけど、やっぱりそれはそういうことなんだなと思います。卑怯な間じゃないんだよね。自分自身と向き合って掴んだ間というかね、パッっていうところなんですね。もうちょっとやってみる。時間が経つとね、結局折り合いをつけてしまうんですが、でもそれで折り合いをつけずにやらないんだよ。動けない。いくら早くとか、もっとうまく折り合いつけよう、もっとうまく折り合いつけようと、もっとこうすればもっと消せるんじゃないかと、やればやるほど相手の反射に捕まる、相手の反射反応に捕まるから、それをやらないようにやるということですよね。だけどそれは意識的な問題、処理の問題であって、技法的には正確に考えてよく考えて折り合いをつけてやる必要がある。だからそういう稽古はこう分けてやらないとダメでしょうね。折り合いをつけて体をよく見てね、正確にその体の働かせ方を、学ぶための稽古と、じゃあ実際相手をつけて、その技法は技法として使うけども気配は別ですよと。折り合いという気配を相手に察知されないようにやるってことを対人稽古で稽古していかなきゃいけないと。